どうも、へみちゃんです。今回はこちらのですね、キャップを作ってみようと思います。簡単に作ります。早速作っていきましょう。はい。ですね、キャップはですね、今回こちらの2枚の型紙で作っていきます。で、このね、型紙の作り方から紹介します。まず最初にキャップの一番広いところを測ります。ウィッグをかぶせた状態で24センチ、結構ぴったりめで24センチになります。メモっときます。そして24割る6をします。この型紙を6枚使うので、この幅は4センチになります。今度はここの長さを決めます。この長さの決め方はだいたいこの辺で測ったので、ここからこっちから測ります。14センチぐらい丸にの合成しようかな。で、この数字だけであと作れます。なのでね、型紙に書いていきます。まず4センチの線を1個引きます。そしたらこの真ん中から14センチの半分の長さを描きます。7センチの線を描きます。真ん中に印を打って直角に7センチなるように1本線。今こんな感じです。この線が描けたら丸みをどうするかっていうとね、何回か作ってみて決めたんだけど、これがベストなんだよね。頭のどこからカーブが来てるかみたいな感じで測るんですよ。このカクってなってるところから一番下までがここの長さで、この上の部分がこの長さになってるんですけど、この決め方はね、3センチぐらいのところまではまっすぐ直角に引いちゃっていいかなって感じですね。ここ3センチ直角に引きます。で、こうしたらこの頂点とここ丸くつなげます。丸みでキャップの形が左右されていきます。こんな感じで、ダメなのが長さのバランスがうまくいかないとカクカクしたキャップになったり、尖ったキャップになったり、変な形のキャップが出来上がっちゃうと思うので、このいい感じのバランスを探りつつ型紙を決めていきます。かけたら周りに縫い代をかきます。7ミリぐらいの縫い代、こんな感じですね。で、これでまず1枚目の型紙が完成です。今度はこちらの作り方。この作り方はまずここの長さですね。ここの長さの決め方はだいたいね、さっき作った型紙2枚分の幅になってるんですね。で、ここのカーブはこのおでこのカーブをそのままって感じで私はやってます。あとつばの長さが 2.5 センチが私的に好みだったので、ここの長さは 2.5 センチです。結晶板ちゃんのキャップ結構カクカクしてるんだけど、丸くしてます。好みで。ちょっとね、横っちょ広げた方が可愛くできた。何回か試作で作ったんだけど、ここをね、まっすぐしてこういうやつにするよりちょっと広げた方がなんかね、可愛かったからこんな感じになってます。作っていきます。はい、こ
ちらの型紙で布を切っていきます。こちらが2枚、こちらが6枚切ります。で、裏地が欲しい人は12枚切ってください。今回こちらの生地を使います。厚めの感じです。はい、切れました。葉っぱみたいのが6枚とつばのところ2枚です。ちょっと厚い生地2枚だとね、厚すぎるかなと思ったので、もう1枚の方はちょっと薄めの生地を切りました。で、ロックをします。こっちはロックしなくていいです。こっちのこことここをロックしていきます。ロック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 。重機の3本ロックミシンです。3本糸のロックミシン。はい、ロックができたら、このね、赤い印全部に打ってあるんだけど、ここからここまでを合わせていきます。6枚。まずは1枚目。ですね。ここペラペラってなるみたいにつなげていきます。で、ここを今度縫う時にこっちのね、布とかを挟まないように気をつけます。はい、全部つなげるとこんな感じになりました。穴は多少開いてても大丈夫です。後で塞ぐかな。で、これは一旦横っちょに置いといて、次まずここのね、外枠だけを縫います。で、これをひっくり返してアイロンをかけます。こっちもアイロンかけます。で、カーブのところは切り込みを入れるとアイロンが簡単にできます。で、ひっくり返す楽な方法はですね、表面の縫い代を折ってアイロンする。はい、こんな風にね、表面に縫い代を倒してアイロンをかけると、繰り返すのが簡単です。はい、キャップの頭の部分はこんな感じです。で、ここがね、結構生地が集結しちゃって分厚くなっちゃうので、先っちょだけちょっとだけ切ってほつれ止めでつけておきましょう。アイロンがかけ終わったら、こちらのつばにステッチをかけます。はい、ステッチがかけたら、この真ん中のところとこのね、縫い目を合わせて、このカーブのところに切り込みを入れて、こう合わせ縫います。こんな感じになります。帽子になってきた。これはね、下敷き切ったやつです。こうやって包んで縫
はちょっとだけ切る。でこれをねここに通します。あ、通った。これを一旦アイロンで平たくアイロンしたらちょっと簡単に縫って留めます。固定します。ほつれが気になるのでこの接着芯ペタッと貼ってほつれを防止します。そしたら最後にここの処理をしていきます。これはこの一周の長さプラス縫い代になってます。これは 2.5 ぐらいの生地を切ってまずここを合わせます。ここを合わせたらここにね一周ぐるっと縫い合わせていきます。はい、待ち針で留めたら縫っていきます。はい、こんな風に縫えましたらアイロンをかけていきます。ここにこうやってアイロンをかけます。はい、こんな感じでアイロンをかけます。縫い代を折ってここにね折り目をつけてで表向きでここにねステッチを縫ったら完成。キャップは文字も書かないといけない。じゃーん、まだ完成してないか。まず形ができました。そしたらここにね結晶板と書いていきます。リリン、じゃーん、完成です。結晶板、これはアクリル絵の具で描きました。こっちの角にねこのちょんがついてるのがポイントです。こっちにねこうじゃないんだよ。キャップかぶらせるときはウィッグをねちょっと後ろにずらしてかぶらした方が前髪がちょうどいい長さが決まります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ作ってみてください。バイバーイ。